自動車メーカーを転職して大手一金属メーカーでデータ解析をしながら趣味で動画を作っているバレーボール大好きアラフォーの私京介がお送りいたします。今回ご紹介するのは越川真司さんが執筆した世界の一流は休日に何をしてるかです。発売わずか2ヶ月半で10万部突破という大人気の本となっております。皆さんこんな経験はないですか？金曜日までヘトヘトになって働いて、やっと休みが来たよってなって、明日は休みだから今日遅くまでネットフリックス見ちゃおうって夜更かしして、次の日はお昼までぐっすり睡眠。寝すぎて首痛ってなりながら、今日は何しよっかな。疲れてるからとりあえずゴロゴロしようってなって気づいたらもう夜だ。日曜日も特に予定なくなんとなく過ごして、テレビでもつけようかなってリモコンしてみると、サザエさんの放送時間。なんだかもう月曜日が来る感じ、仕事行きたくないなーって憂鬱になる。そんなことを感じたことないですか？著者の越川さんは2017年にクロスリバーという会社を設立したんですけど、全メンバーがなんと週休3日で残業なし、副業リモートワークを可能にしてるんだそうです。すごい会社だと思いませんか？働く時間は普通の会社より少ないはずなのに、19期連続で増益増収を達成しているそうです。なぜこんなことができるんでしょうか？それは仕事の生産効率が圧倒的に違うからなんだそうです。そしてその生産効率を生み出すための秘訣がズバリ休日の休み方というわけです。じゃあその休日の休み方教えてよって思いますよね。実はその内容がこの本に書かれてるんです。今回はこの本の内容を分かりやすく説明するためにストーリー形式にしてみました。登場人物をもう一人紹介いたしますね。アミさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回の動画の構成はこのようになっております。1、日本人はなぜ休み方が下手なのか。2、エグゼクティブと一般の方の休日の過ごし方はどのように違うの？ 3、どのようにすればエグゼクティブのような休日の過ごし方ができるの？です。それではご覧ください。また月曜日ですね。結局この週末もダラダラして終わってしまいました。お疲れ様です。週末はいかがでしたか？しっかりリフレッシュできましたか？一応寝ましたし、家でネットフリックス見てスマホも触りながらゆっくりしてました。でもなんだか疲れが取れた感じがしないんですよね。それはすごくわかります。ゴロゴロしていたのになんとなくスッキリしない感じですよね。そうなんですよ。何もしてないのになんかだるいっていうか。それは実はとっても自然なことなんです。ネットフリックスを見ながらスマホを触るようなこの受け身の休息だけでは脳も体も本当の意味でリフレッシュできないんですよ。休んでいたはずなのに休めていないってことですか？そうなんです。しかも日本人の 61% がしっかり休むことに罪悪感を覚えるというデータもあるんですよ。せっかくの休日なのにしっかり休めないのはこれもったいないですよね。確かに祝日とかで休んでいてもこんなことしていていいのかなって考えてしまうことあります。そうですよね。さらに働き方改革で残業が減ったはずなのに逆に仕事の密度が上がって忙しく感じている方が多いんですよ。短期間で成果を求められるプレッシャーが増えちゃったことでストレスがですねますます増加しているという状況なんですよ。で、働き方改革ってもっと楽になるはずじゃなかったんですか？本当ですよね。でも現実はそうはなってないんですよ。さらにコロナ禍でリモートワークが普及して通勤の負担を減ったもののこの隠れ残業っていうのが増えてしまったり、仕事とプライベートの境界が曖昧になっちゃって結果的に仕事のことを考えている時間が増えてしまってるそうなんです。それすごくわかります。仕事が終わってもついメールをチェックしてしまいますし、急ぎの依頼があると対応してしまうこともあります。そうですよね。さらに有給休暇を取らなくなった方も多く、人手不足とかこのインフレの影響で一人当たりのですね業務負担が増えてるっていうのも事実なんですよね。結果として休んでる暇がないという状況になってしまってるんですよ。確かに有給を取りたくても取りづらい空気がありますよね。そうなんです。しかも日本の企業文化では仕事ができる人に業務がですね集中してしまって、その方が結局休めなくなってしまって疲労感が溜まって、結果としてチーム全体の生産性が低下するっていう悪循環に陥りやすいんです。それすごくわかります。なんで忙しい人にばかり仕事が回ってくるんですかね。手が空いている人ももっと働いてほしいですよ。
本当にそうですよね。しかも上司がですね、有給を取らないと部下も取りづらいっていう雰囲気がある企業も多いんですよ。あ、それはあるかもしれません。私の職場もそんな感じです。そうなんですね。加えて日本企業の評価制度っていうのは未だにこのメンバーシップ型っていうのが主流で、どれだけ成果を出したかよりもどれだけ長く働いたかで評価されやすいんですよ。しっかり休んだら働いていないと思われてしまうということですか？そうなんです。だからみんな無理してでも働いてしまうんですよ。でも結局それが続くと疲労がどんどん蓄積してやる気がなくなってしまって集中力も続かなくなって最終的には仕事の生産性が低下してしまうということなんです。それ、完全に悪循環じゃないですか。まさにそうなんですよ。だからこそしっかりと質の良い休息を取ることがとっても大事なんですよ。でも、平日は忙しいのだから、休日くらいダラダラしてもいいじゃないですか。忙しい仕事から解放されて、ぼんやりする時間も必要ですよね。おっしゃる通りです。ぼんやりする時間っていうのはとっても大切ですよね。でも一般的にこの多くの方がですね、休日を何もしない時間と捉えるのに対してエグゼクティブの方々は積極的にエネルギーをチャージする時間として活用されてるんです。エネルギーをチャージする時間って何でしょう？はい。例えば、欧米のビジネスパーソンは、スポーツをしたりですね、趣味を楽しんだり、家族とか友人との時間を大切にする傾向があるんですよ。一方で、日本のビジネスパーソンの多くは、疲れをですね、感じながらも、休むことに罪悪感を抱いてしまうんですね。で、その結果、結局何もせずに休日を終えてしまうことが多いんだそうです。確かに、わかる気がします。さらに日本の方々は疲れたら休むという考え方が一般的なんですけど、世界のですね、エグゼクティブの方々は疲れる前に休むということを徹底されてるんだそうです。疲れる前に休む、ですか？はい。例えばフランスではバカンスが最優先と言われるほど長期休暇をですね、取ることが当たり前になってるんですよ。どんなに忙しくても休みを確保するのが基本なんです。彼らにとっては休日こそが主役であって、平日の仕事はいい休日を過ごすための手段と考えられてるんだそうです。休みを中心に考えるのですか？逆ではないのですか？そう思われますよね。日本では仕事の合間に休むという感覚が強いんですけど、この欧米のエグゼクティブの方々はいい休みを取るために仕事をするという考え方を持ってるんです。なるほど。日本人は週末が近づくとヘトヘトになって、休みの日はひたすらゴロゴロする人が多いかもしれませんね。そうですよね。日本の方々は正の時間で疲れを回復しようとする傾向があるんですけど、欧米のですね、ビジネスパーソンは動の時間を活用して心身をリフレッシュしているんですよ。例えば週末にランニングをしたり、趣味のサークルに参加したり、家族とアウトドア活動を楽しんだりしてるんですよ。私は完全に正の休み方しかしていませんね。またエグゼクティブの方々は休日を自己再生の時間として考えてらっしゃるんですね。自分をリセットしてエネルギーを蓄える時間として休日を過ごしてるんです。だから彼らは休日に趣味や新しいことに挑戦したり、人と積極的に交流したりするのですね。おっしゃる通りです。さらに彼らは休日を休養だけではなくて教養の時間としても活用してるんですよ。教養の時間とは何でしょう？例えば読書をして知識を得たり、美術館を訪れて芸術に触れたりすることですね。こういうふうに知的好奇心を刺激することで新しいアイディアが生まれやすくなるんだそうです。それって休日にまで勉強しているということではないんですか？そう聞くと堅苦しいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、彼らはですね、楽しみながら行ってるんですよ。やっぱりですね、好きなことを学ぶのもリラックスの一環になるんですよ。では、どのようにすればエグゼクティブのような休日の過ごし方ができるのでしょうか？いきなりですね、海外のように有給休暇をですね、たくさん取るのは難しいかもしれないので、まずは土日の過ごし方から変えてみるのがいいと思います。そのために土曜日と日曜日の使い分けを意識することが効果的なんですね。例えば土曜日をチャレンジデーとして新しいことに挑戦する時間に当てるのがおすすめなんです。そういえば、前からピラティスに興味があったんですよね。せっかくだから、今週の土曜日に行ってみようかな。それはいいですね。体を動かすことでリフレッシュにもなりますし、新しい環境での出会いも楽しめるかもしれません。そして日曜日はリフレッシュデーとして読書とかマインドフルネスとかを取り入れて心と体を整える日にするといいんですよ。土曜日はアクティブに過ごして、日曜日はしっかりリフレッシュするということですね。
それならやってみたいです。いいですね。日曜日の夜になると明日から仕事かと憂鬱な気分になる方が多いと思います。そのため日曜日をしっかりですね、リラックスして過ごせば月曜日との切り替えがスムーズになるんですよ。なるほど。さらにですね、この金曜日の午後から休日の準備を始めるのも効果的なんです。翌週のタスクをですね、金曜日に整理しておけば余計な不安を持たずに休日を楽しむことができて、しかも月曜日のスタートもスムーズになるんですよ。確かに、休み明けに今日何やるんだっけとバタバタするのは避けたいですね。そうですよね。また、金曜日の夜に友人と食事行ったり、ジムとかのですね、予定を入れておくと、休日のスイッチを早めに入れることができるんですよ。それなら週末が楽しみになりますね。それに、ちょっと休日が長くなった気分がして嬉しいかも。あとはですね、休日にはサードプレイスを活用するといいんです。サードプレイスとは何でしょうか？それは家と職場以外の第三の居場所のことなんですね。例えばカフェとか図書館とかスポーツジムとか、自分がですね、リラックスできる場所を持つことで休日の質が向上するんですね。確かに、家にいるとダラダラしがちですが、カフェに行くと意外と集中できますね。それなら、日曜日は近くのスタバに行って、コーヒーを飲みながら本を読んでみようかな。自宅とは違う空間で過ごせば、気分転換になりそう。いいですね。リラックスした状態で新しい発見があるかもしれませんし、気持ちよく休日を過ごせそうですよね。そして何といっても睡眠の質を向上させることも重要なんですね。例えば寝る前にスマホを見ないとか、就寝前に湯船に入ってリラックスするとか、寝室の環境を整えるとか、そういう小さな工夫をするだけで月曜日の朝が楽になるんですよ。なるほど。週明けのコンディションを整えるために、休日を意識的に過ごすことが大切なのですね。はい。この休日は単に休むだけじゃなくて、どう休むかを意識することが大切なんですね。しっかりとエネルギーを蓄えれば、仕事のパフォーマンスも向上しますし、余裕を持って毎日を過ごせるようになります。次の休日はピラティスに行って、その後スタバで本を読んでみます。楽しみになってきました。はい。ということでいかがでしたでしょうか。別に特別なことをやってるわけじゃないんだなと思った方もいたのではないでしょうか。今回の内容はどれも意識的にやれば実現できる休日の過ごし方でしたよね。皆さんも今週の金曜日の夜にいつもとは違った休日の予定を立ててみませんか？その小さなステップが今後の生活を大きく変える第一歩になると思います。参考になったかなという方は、ぜひいいねボタンを押していただけるととっても嬉しいです。時間があったら他の動画も見てあげてもいいよという方、ありがとうございます。チャンネル登録をしていただけると、最新の動画をお見逃しなく楽しんでいただけるかと思います。それではまた会いましょう。